皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。いきなりだが、今日はロシアへ飛ぶぜ。ロシア。戦争中の国だね。そうだ。戦争継続中なんだが、2025年6月に、ロシア中央銀行が利下げを行った。少し驚いたよ。急いで分析してみるぜ。ロシア中央銀行が利下げ。それって、どういうこと？わかりやすく説明して。そうだな、基本から行こう。ロシアは戦争を始めて、ルーブルの暴落と超インフレに悩まされた。金融制裁が強烈だった。食料やガソリンといった生活必需品の値段も急上昇。そこでお金が逃げ出すのを止め、物価上昇を抑えるために、金利を上げてきた。なるほど。中央銀行は政策金利を上げて、経済制裁と超インフレに対応してきたのね。ところが、2025年6月にロシア中央銀行が、政策金利を 1% 引き下げて、20% にした。金利を上げるんじゃなくて、下げたんだ。これは2022年9月以来の利下げで、約3年ぶりの金融政策の転換だぜ。なるほど、約3年経ってから、逆に動いたのね。でもおかしくない？戦争中で、物価は高いから、まだまだ金利を上げたいんじゃないの？そうなんだ。ところが中央銀行は、インフレが鈍化してきたと判断した。これが、利下げの最初の原因だよ。インフレの鈍化って、どういうことなの？ロシア連邦統計局のデータによると、2025年6月時点で年次インフレ率は 9.8% に低下したそうだ。数ヶ月続いた2桁インフレ、つまり 10% 以上の上昇率からやっと脱却したと話している。9.8% に下がったんだね。でも、インフレって物価が上がることだよね？それが鈍化するってどんな感じなの？具体的にロシアの物価を見てみよう。例えば、パンの価格は2025年5月に前年比 5% しか上がってなくて、去年の 10% 上昇から半減してる。ガソリンも同じく、上昇率が鈍化してるよ。これで中央銀行はインフレ圧力が和らいだと判断して、利下げに踏み切る余地ができた、という話だ。まだまだ上がっているけど、少しはマシになっているというのが、モスクワの分析なのね。でもロシアのインフレ目標はどこなの？ 9.8% ってまだ高い気がするよ。ロシア中央銀行のインフレ目標は 4% だ。確かに 9.8% はまだ高いけど、ピーク時の 15% とかに比べればだいぶ落ち着いてきた。目標には遠いけど、15% よりはマシだから、利下げに踏み切ったのね。でもさ、どうして物価が少し落ち着いてきたの？戦争の初期の混乱は、さすがに収まりつつある。地域にもよるが供給不足が幾分解消されてきたという話だ。特に輸入品の価格が安定してきたのが大きい。後でルーブル相場の話でも触れるけど、ルーブルが強くなったから輸入コストが下がってるという話だ。状況が少し分かってきたよ。ところで、ロシアの経済成長ってどんな感じなの？ロシア連邦統計局によると、2025年第1四半期の GDP 成長率は 1.4% だよ。過去2年間の平均が 4% だったから、かなり落ち込んだ。1.4% って低いの？ 1.4% は低いね。これまで戦時経済で成長してたから、そこが落ち着いてきた。仕組みを教えて。どういうこと？戦争というのは政府の軍事支出が大きい。これが経済を成長させるんだよ。一気に公共工事が増える感じだ。ところが、戦争による軍事支出がピークを過ぎてきたと言われている。なるほど。そこが落ち着いてきたんだね。経済成長が減速してきた。2025年第1四半期の GDP 内訳を見ると、政府支出と個人消費はまだ上がっているんだが、投資が減少しているんだ。投資が減るってことは、企業が将来に不安を感じてるの？そこがポイントだよ。政府は軍事費で経済を支えてきた。しかし当然、それだけじゃロシア経済全体を引っ張ることはできない。戦争の不確実性や制裁の影響で、企業が新しい工場を建てたり設備を買ったりするのを控えているのが問題なんだ。なるほど、少しずつ分かってきたよ。戦時経済が次の局面に入ってきたんだね。こういう話は当然、為替相場も関係している。ロシアって確かルーブルだよね。相場はどうなってるの？モスクワ証券取引所のデータだと、2025年初頭からルーブルは米ドルに対し約 40% 上昇して、1ドル60ルーブルを記録したんだ。ルーブル高が続いてるってわけだよ。40% 上昇ってすごいね。1ドル60ルーブルってことは、ルーブルが強くなったの？その通り。ルーブルが強くなると、外国から物を買う時のコストが下がる。例えば、海外から機械を買うのに、去年は100ルーブル必要だったのが、今は60ルーブルで済むんだ。輸入物価指数も2025年5月に前年比 5% 低下して、それがインフレ抑制につながってるよ。でも、
なんで経済制裁下のロシアで、ルーブルがそんなに強くなったの？もともとロシアは、石油や天然ガスの輸出国だ。当然、西側諸国を中心に、ロシアからの輸入を抑えた。ところが、中国やインドの輸入は増えたんだ。あ、そうか。みんながロシアの資源を買わないわけじゃないのね。いろんな力が働いて、この戦争は、結果的にエネルギー価格を上げた。最近落ち着いてきているが、しばらく高止まりしていたんだ。だからロシアは戦争をしながら、外貨をある程度、稼ぐことができた。西側諸国が経済制裁中でも、外貨は稼げたのね。そこにロシア政府が、資本規制や外国への送金制限を加えた。こうしてルーブルが支えられている。資本規制って何？ロシアにとって最悪のシナリオは、国内の企業や個人が、お金を持ってみんな海外へ逃げ出してしまうことだ。これをやられると、ルーブルは急落する。そこで、お金が外へ逃げ出さないように、規制を加えているんだ。そういうことか。そこは政府が強制的に、ルーブルの価値を上げている部分だね。ルーブルの価値も将来どうなるかわからないんだが、今のところ、値打ちが上がって、物価を少し下げている。でも、ロシアはやっぱり政治の力が強いイメージがあるよ。今回のことも、経済だけじゃなくて、政治的圧力があるの？ある。プーチン大統領や政府高官が、経済成長を促すために利下げを要求してたんだ。例えば、2025年5月に経済大臣マクシム・レシェトニコフが適時の金融緩和が必要だって発言している。プーチン大統領もそうだ。経済の過度な冷却は国民生活を圧迫する。適切な金融政策で成長を支えるべきだって演説で話しているよ。適時の金融緩和って何？難しい言葉だよ。金融を緩和するというのは、金利を下げたりお金の供給を増やしたりして経済を刺激することだよ。適時ってのは、今がそのタイミングだって意味だ。GDP 成長率が政府目標の 3% を下回ってる。そこで、経済を上昇させようという政治の圧力が強まったんだよ。政府目標は 3% なんだね。でも、さっき 1.4% って言ってたよね？そう。3% の経済成長は無理だ。そこで政府は中央銀行、もっと利下げして景気を支えろ。ってプレッシャーをかけてるんだ。でもさ、中央銀行って、本来政府から独立しているものでしょ？ロシア中央銀行総裁エルビラ・ナビウリナは、2025年6月初旬の記者会見で中銀は独立してるって強調してるよ。でも、利下げが政府の意向と一致してるから、市場じゃ本当に独立してるのかって疑問が浮上してるんだぜ。どういう疑問なの？プーチンが過度な経済冷却は避けろって警告してるから、利下げが政府の言いなりじゃないかって見られちゃってる。中央銀行がインフレ抑制を優先するより、成長を重視してるように見えるんだ。確かにそうだね。でも利下げの影響って出ているの？利下げで企業や個人の借り入れコストが下がって、経済が刺激されるんだ。モスクワ証券取引所のデータだと、利下げ後に株価指数が 5% 上昇したよ。借り入れコストって何？ 5% も株価が上がったの？借り入れコストはお金を借りる時の金利のことだよ。それが下がると、企業が投資しやすくなるし、株価が 5% 上がったのは市場が経済が上向くぞ。って期待した証拠だぜ。例えば、建設関係で止まっていた工事が動き出す可能性がある。でもさ、リスクもあるんでしょ？個人的には大ありだと感じるんだけれどもね。インフレが再加速するリスクがあるんだ。ここまで利下げの原因を分析してきたけど、戦争継続中のロシアで、物価がそうそう落ち着くのか？富豪を除いた多くのロシア人の暮らしがどうなるのか？不安要素は満載だ。不安要素ってどんなもの？ロシア中央銀行の予測だと、2025年7月にインフレ率が 8.5% まで下がる見込みだよ。でも、ウクライナ戦争の停戦協議の進展や国際金融市場の動向、例えば原油価格の下落とかで、どうなるかわからない。確かに原油価格が下がってくるのは、ロシア経済に大きく影響するよね。そこは注目だよ。でもさ、やっと出てきたよ。停戦協議ってこれからどうなるの？ここが進むと、影響は大きいよね。二つ考えよう。停戦が実現すれば、戦争の不確実性が減って投資家心理が改善する。これでルーブルがさらに強くなったり、経済成長が少し回復したりするかもしれない。確かにそれはロシア経済にとって、明るい方の話だね。もう一つは、もしロシアが占領した地域を組み込むことになると、復興に多額の資金が必要になる。ロシアは昔から、占領した地域を優先して経済復興させるから、そのための資金が大量に出ていくことになる。なるほど。戦後の対策が、ロシア人の生活にのしかかってくるね。もちろん、ウクライナはそんな形の停戦は認めないというスタンスだ。現状は、戦争がゆっくり長く続いていくと予測するのが一般的だ。この戦争を止めるのは、容易じゃない。
今度、ウクライナ経済も取り上げてよ。大変なことになってるよ。そうだね。必ずウクライナの生活状況は取り上げよう。ただ、多くの国が停戦を望みながら、なかなか強く動けない。そこで、ロシア内部の変化に注目してみたよ。戦時経済の微妙な動きに注意が必要だ。そこは大事だね。この戦争は周辺国の暮らしにも大きく影響してきたし、注目していましょう。さて、長くなってしまいましたが、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。よろしければ、またお越しください。